取締役開発部部長の長妻です。よろしくお願いいたします。はい、広報を担当しております小柳と申します。よろしくお願いいたします。本日はですね、ラックスマンの動画第2弾ということで、前回、フラッグシップの SACD、CD プレイヤー 0.X を取り上げたんですが、今回は今年の2月に発売されました新製品の CD 専用プレイヤーであります D03X を、取り上げていきたいと思います。このまず D03X、概要というか特徴、そういったところを、長妻さんの方から。はい、そうですね。D03X はもともと D05U の代替機といいますか、後継ということで、開発しました。で今までですねD05U は、お値段もちょっと高かったんですけども、でプリミアムアンプと組み合わせるときにやっぱりそこはちょっと障壁になったりしたこともあるんですけども、今回の D03X はですね、プリミアムアンプとも組み合わせやすいような、お値段をちょっと下げまして非常にお求めやすい価格で、開発した、CD 専用プレイヤーですね。実際、私どもの、スタンダードなプリミアムアンプ、大変ご好評いただいてます L505UX M2 ですね、同じ価格ということで26万8000円、前回の D05U は35万円という、SACD/CD プレイヤーだったんですけど、今回は CD 専用機ということで、お値段もお安くなったのもそういったそうですね。要因はあるはい、やはりどうしても SACD に対応させようとしますと、その分かなりコストも上がってしまいますので、やはり先ほどのプリミンと合わせやすくするということでですね、そこはちょっと割り切りまして SACD プレイヤーの機能を取ってしまおうということで、開発しました。使ってるメカに関してはどうなってるんですかね。そうですね、私どもとしては3機種目ですね、この採用をしているのはですね。はい。D380、そうですね。はい。それから DM150、はい。それ以外ですと、最新のフォーマットであります、パソコンを使った USB の、USB ファイルですね、ファイル再生に関しては、スペック的には現代の高スペック。D03X は 384K の、DSD に関しては、11.2 メガまで、いけますので、実用的には、ほとんどのファイルに対応できると思いますね。そういうことで、SACD の部分を、省くと、内容的には、D05U をベースに可能な限りブラッシュアップして、そうですね。フォーマットも上げて、はい、CD、再生のクオリティに関しても、そうですね、前身機の D05U に匹敵する、もしくはそれを勝るような、CD 専用機ということで、回路も非常にシンプルになっていますし、この、D05U からですね、D03X までの間に貯めたノウハウなども、いろいろありますので、それを今回 D03X に盛り込めたということですね。お値段に関して言いますと、8万円ほどですかね、はい、お求めやすくなっているということで、そういう意味では、充実した内容の、スタンダードプレイヤーということで、海外でも非常にご好評いただいておりまして、出荷台数ももう国内に迫るぐらいな、勢いとなってます。その辺のところもですね、この後内容の部分も含めて、解説してもらおうと思います。それではですね、D05U から、CD 専用機となって、生まれ変わった D03X なんですが、新しい技術としてですね、最近話題になってます MQA というものにも対応しているということで、その辺の MQA に関しての、そうですね、解説にして、MQA はですね、小さいファイルサイズで元のハイレゾに近いソースを再生するということで、非常に技術的には面白い技術だなというふうに思いますね。で、今回 D03X は、CD、MQA-CD にも対応していますし、デジタル入力、そして USB 入力ということで、どこから来ても全てに対応できるという、そういう構成になってますね。
最近ではハイレゾ CD なんていう名前でですね、販売されたりもしてますんで、ユーザー様の中ではちょっと、よく分からずにお求めになって、はい、それを、MQA のデコーダーに対応してないもので再生すれば、CD 層は普通に再生されますんで、はい、もしかしたらご所有のもので、MQA でフォーマット化されたものをお持ちになっているケースもあるかと。そうですね。はい。で私どもとしては割と新種のフォーマットある程度、市場に出回ったものは、取り入れていって、そうですね。はい。それを再生できるのが、ユーザー様にとっては最終的にフレンドリーなんではないかっていうスタンスでプレイヤーを作っているということに、私たちはそうですね。市場に多いソースには極力対応していこうということでやってますので、いろんな今 MKA はですねハイレゾでしか配信されてないソースなんていうのもたまにありますので、そういうものにでも柔軟に対応していこうということで今回採用に至りましたね。古くはDVD オーディオなんていうものもそうですね、やりましたね。今となってはないんですけどそれにも割と早めにユニバーサルプレイヤーということで、そうですね、DVD オーディオにも対応するプレイヤーを、作りましたし、今回も MQA に関しては、ユーザー様にとって最終的にいろんな用途が、いろんなものでソースで再生できるものを作ろうというそういう考え方から採用を決めているということでよろしいですかね。そうですね。はい。これまで、お話ししてきたように D03X、非常にコストパフォーマンスに優れたですね、それから新しいフォーマットも対応した、総合的なスタンダードプレイヤーというふうになっておりますが、その最終的にその CD 専用機になったことによって、音の部分であるとか開発の部分でですね、そのアプローチの仕方であるとか、実際の製品作りとか、そういったところの、ポイントみたいなのがあったんでしょうかね。そうですね。SACD の機能をなくすことによってですね、非常に回路がまずシンプルになって信号の経路も短くできるんですね。で、今回そのデジタルインターフェースの回路や、MK のデコーダーの回路もあるんですけども、そこと、DAC までの距離っていうのを、従来の D05U なんかに比べますとかなり劇的に短くすることができたんですね。で内部のレイアウトもかなり大胆に変えていますし、今回はCD に特化できたっていうところで、非常にそういうなんていうんですかね、信号の経路を短くして、ノイズ対策もやりやすくなったということで、非常にそういう意味では、メリットがあったと思いますね。実際にユーザー様アンケートを取ったりですね、それから実際に視聴会なんかでも、お声をお聞きしますと、圧倒的に CD を再生する機会が多い、それから蔵書の中心も CD という方が結構多いというふうに思われます。そうですね。その辺も一昔前ですと、CD 専用機によるちょっと皆様に対する期待の減少もあったのかもしれないんですが、時代も今になって、逆に CD 専用機がなんか求められる、そうですね、市場性というそういう意見は聞きますね。なんかもう我々もなんか実際に感じるんですけど、開発部としてもその CD 専用機、今だからこそ CD 専用機をやるメリットみたいなのも、この製品を通してあったでしょうかね。そうですね。CD のフォーマットは同じですけれども、その後ろにつながる回路っていうのはもう格段に進歩していますし、高速化もできるようになってますし、コンパクト化もできるようになっていて、消費電力も非常に小さくなっているという、大きなメリットがあるんですね。でそれを、CD とつなぐということで、音質的なメリットは非常に大きいんですね。やっぱり静寂感とか出しやすいですし、ノイズによる影響なんかも非常に抑えることができますので、そういう意味ではCD 専用機にっていうメリットが、今回最大限生かせたのかなというふうに思いますね。はい、第1回目の動画をご覧いただいた方はですね、実際にものを作っていく時に、どういったソースをかけながらどういった形で、音作りを詰めていくかっていうような話もあったと思うんですけど、今回は
モデル担当でもあり、自分自身で音質を決めるということで、一人二役というか、通常はモデル担当の方がベースにいて、そうですね。総合的にその2人の中でやり取りを通して音決めをしていく。そうですね。そういう中でなんかモデル担当兼音質担当というそういう立場的にはどうなんですか、作りやすい。そうですね。やりやすいんですよ。やっぱり担当がいて僕がいてっていうことになりますと、やっぱり乗り添いとかっていうのがあるんですね。でやっぱりちょっと気使っちゃってっていうのもあったりするんですけども、そういうところが今回自分で全てできますので、とことん細かく詰めていくっていうのもやりやすいですし、そういう点では非常に大きかったかなというふうに思いますね。逆に言うとなんか自分でちょっと迷うなみたいな時があって、それを本来ですと音質責任者となんか、マンツーマンでできるような気するんですけど、その自分でちょっと迷いが生じるとかそういうことはあんまりない感じ。あんまりそうですね。あんまりないですね。もちろんラックスマンの音質責任者ですから、ご自身の中でちゃんとした音の、こういう方向性とかあると思うんですけど、実際にじゃあこの D03X を求めていく方向に、到達すべき音質の方向に、持っていくときに、行った音質対策、それはどういうふうに具体的に進めていくんですかね。そうですね。いじれるところは全て触るっていうのが、僕たちのやり方ではあるんですけども、実際どんなことをやってるかといいますと、一番初めに多いのはコンデンサーの種類とか容量とか、そういうものを決めていくっていうことですね。でその次に、例えば、電流の微調整とかですね、電圧の微調整、そういうようなところを相当細かくやりますね。であとは例えばローパスフィルターとか、定期カットとかですね、そういうところの乗数も非常に細かく調整していくような、それを延々組み合わせていって各回路の音質を全て合わせていく、そういうのをベクトル合わせをしていくって、そんな作業ですね。私も少しその作業の途中でなんか見たことはあるんですけど、昔も見たことあるんですけど、なんか音質の責任者がいて、その人が、じゃあこれ変えてっていうとなんか抵抗をいちいちその場で外して、そうですね。で違う抵抗を入れて、またなんか腕を組んで聞いてそうですね。でやっぱ戻そうとか、なんかそういうやり取りをなんか何十回も何百回もやってる姿を見たんですけど、そういう地道な一つ変えては音を確認してみたいな。そうですね。オーディオは例えばこの部品を入れたからもうすごくこれで音がもう完璧に良くなっちゃうとかっていうものではないので、もうちっちゃいことの積み重ねなんですね。各部分の音をいかに合わせて全体方向を同じ方向に向けていくか、でそれで、パフォーマンスを上げていくかっていうのは、そういうことになるんですね。前の日までは良かったのに、次の日になってちょっとあれとかそういうこととかは。そうですね。僕ら作業をいろいろしてですね、で一回じゃあこれでいこうっていう時に必ず前の音も聞くんですね。でそうやって積み上げていくので、次の日になったらこれ変だなとかって言うとあんまり経験ないんですね。そうですね。実際何回ぐらい聞くんですかね。いやもうね、何千とか何万という回数だと思いますね。十何秒とか、聞いて、でまた次の乗数とか次の部品とかっていうふうに、やっていくわけですけどね。ある程度ご自身の中でそういう音に対する、こういう明確な、そういう指針がないとなかなかそれが正解なのか間違ってるのか。そうですね。でやっぱりその録音されてるソースっていうのは、完璧なものっていうのはないので、多分録音ではこういうふうになってるだろうとか、こういうのを意図して撮ったであろうっていうようなところを、探しながら、音を決めていくわけなんですけれども、でその時にやっぱり、とても大切になるのは、例えばクラシックであれば楽譜なんですね。で楽譜でいろいろ細かい指示があって、でそこをちゃんとその根ざしているところを表現できているかっていうのは、ちゃんとなんていうんですかね、そこに向かって音を決めているわけなので、そこの指針っていうのはすごく重要だと思いますね。
ですから機械の回路であるとかよりその再生する音楽のそういったスコアとかまでにも、自分の中で理解した上で音作りをしていかないと製品にはならない。そうですね。ですから音質対策をするときに、その曲を、これでやろうという曲を決めるときにはすごい研究をするんですね。で当然スコアも読みますし、その人の CD なんかも全部聞いて、でこの人はこういう歌い方をするとかですね、こういう弾き方をするっていうのを理解した上で、曲を採用してるんですね。やっぱりそこがすごく重要だと思いますね。その作者、作曲者の楽譜スコアを見て、そして演奏者の癖であるとかニュアンス、そういったところまでも、熟知した上で、その製品をベースにですね音を詰め込んでいく、詰めていくと、ある種修行的なそういうような、やり取りを通して作り込んだ、D03X、その他の製品もそうですけどね、そういった音体作業を通して作られたこの、D03X に関して、ここのポイントを聞いていただきたい、こういったところを目標にですね、製品として作り込んだというところを、特徴、そういった部分をですね長妻さんの方からご説明いただきたいですね。D03X はですね、ある意味、CD 専用機ということでちょっと割り切った、商品ではあるんですけれども、やはりその CD 普段聞かれるソースのうちやっぱり CD って圧倒的に多いと思うんですね。ご自分が好きな曲を、どうやって再生するかっていうのはすごく大切だと思うんですけども、僕としてはD03X はですね音楽好きの方にしみじみ音楽を楽しんでいただきたいなっていう気持ちで、作りました。で、僕自身もそういう製品で聴きたいなというふうに思っていますし、そういう、気持ちが入っている、プレイヤーですね。でどういうところが重要かというと、やっぱり音楽の、調があると思うんですね。長調だったり短調だったり、途短調だったり、破短調だったりとか、いろんな調があると思うんですけども、でその調がその調らしくなるっていうところがその音楽に引き込まれる上でとても重要だと思うんですね。本当は暗いのに暗いところなのになんか明るくなっちゃうとかってやっぱりおかしいと思うんですね。ですからそういうところがちゃんと再現できるようにというところで、具体的にじゃあ音ではどういうことかって言いますと、音の立ち上がりですよね。そのピアノで言えばタッチの一番アタックの部分がそれらしくちゃんとアタックしているところが分かるようにとか、それに続く、音が立ち上がってその余韻が残っていきますけども、その余韻の減り方とかですね、でその減り方が、今度は次の音の立ち上がりのところにかかっていくんですけれども、でそこの部分の時間がちゃんと正確に再現できないと、その曲がピッチが速く聞こえたりとか遅く聞こえたりとかっていうふうになってしまうんですね。ですからやっぱりそこもすごく重要で、そこがあった時に初めてタイミングがあって、曲が曲らしく聞こえるってことになると思うんですね。ですからそういうところをですね、D03X で楽しんでいただければいいかなというふうに僕は思ってます。なるほど。割と、長い期間ですね、CD を使い続けてらっしゃる方とかもいらっしゃると思うんですけど、この D03X でお聞きいただくと、今まで聞こえてなかった音とか、より一層音楽が楽しく聞こえて、蔵書を一から全部聞き直してみたくなるみたいな、そういった音楽性の豊かさとか。そうですね。僕の例えば家でも昔、僕が設計した D500 とかですね、置いてありますけれども、やはり聞き比べるとですね、やはりその圧倒的に情報量が違うんですね。で音楽的な表現力が、そこはもう非常に増えてるんですね。ですからここでこんな演奏してたのかとかですね、そういうことが多分よくわかるんじゃないかなと思うんですね。やっぱりその技術の進歩の度合いっていうのはやっぱりすごく大きくて、それがちゃんと唯一に音に出てると思うんですね。そういう意味ではご自身でモデル担当となり、しかも、音質に関してはご自身で、厳しい目ですね。そうですね。実際かなり厳しい目で追い込んでいって、そうですね。妥協そこは逆にできないんですよね。自身が、モデル担当兼開発責任者がゆえにより一層厳しくなったっていうところももちろんあるなと思いますが、
そういう面では自信作ですね。そうですね。はい。とても楽しい仕事になったと思いますね。はい、わかりました。もう発売されて、半年間、大変、ご好評いただいてます。今長妻さんのお話からもありましたように、非常に音楽性が豊かだというところでのご評価も、いただいております。ぜひ店頭でですね、この D03X の魅力に触れていただけたらなと思います。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。